こんにちは。美味しい引き出しのA子です。今日はヌテラを使ったチョコブレッドを作ります。ヌテラといえば、先日アップしたバブルパンでもご紹介したように、我が家には1キロ入りの大きなサイズのヌテラがあります。よかったらそちらの動画もご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。そんなわけで、ヌテラを使ったレシピをこれからも考えていきたいのですが、第1弾としてこのお花の形のふわふわパンを作ってみました。この成形はとっても簡単なので、以前にもベーコンブレッドやまかないシナモンロールでも作っていますが、今回は大きめの丸い型に入れて焼きました。型をお持ちでない方も同じように作れますので、最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、砂糖、塩、イースト、溶き卵、練乳、無塩バター、牛乳です。牛乳は30度ぐらいに温めてあります。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず粉類を合わせます。強力粉のボウルの中に砂糖と塩を入れます。空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。30度ぐらいに温めた牛乳です。ここにイーストを振り入れます。そしてこのように混ぜておきます。ここに粉類を半分ぐらい入れます。大体の量で大丈夫です。そして混ぜます。粉が見えなくなって滑らかになるくらいまでよく混ぜます。滑らかになりましたので、このくらいで OK です。はい、蓋をして10分置いときます。はい、10分経ちました。ではこの中に溶き卵、これは常温にしてあります。それから練乳、そしてバターです。電子レンジで加熱して少し柔らかくしてあります。このくらい柔らかくしてあります。はい、ではこの状態で一度混ぜます。ここでね、混ぜといた方が粉を混ぜるとき混ぜやすいので、こういうバターとかね、混ぜ合わせておきます。はい、バターの塊もなくなってよく混ざりましたね。そしたら残りの粉を全部入れます。そしてまた混ぜます。粉っぽさがなくなるまでよく混ぜましょう。ここでね、水分が足りないようだったら、お水とかで調節してください。はい、このくらいで OK です。はい、また蓋をして10分置いときます。はい、10分経ちました。ではこれからひらひらを3分間ぐらいやります。ひらひらっていうのは、このように生地をヘラに巻きつけてこう伸ばして、ひら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 ってやります。切れそうになったら戻してまた巻きつけて伸ばして、ひら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 。これを3分ぐらいやります。生地を持ち上げるときは根元の方を持つとやりやすいと思います。はい、3分ほど経ちました。生地はこんな感じになりました。少しふわっとしています。はい、ではボウルの周りをきれいにしましゅだってボウルの周りをきれいにします。そしたらまた蓋をして今度は30分置いておきます。今日ね、また外がすごく暑いので、またベランダ発酵したいと思います。ではベランダに持っていきます。はい、30分経ちました。では1回目のパンチを行います。はい、ではオイルをちょろっと垂らします。ちょろちょろ。そして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。
生地の表面を整えます。はい、蓋をして今度は20分置いときます。またベランダに持っていきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。1回目と全く同じです。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。生地の表面を整えます。いつもはパンチ2回なんですが、今日はもう1回パンチをやろうと思います。また20分置いとこうと思います。はい、20分経ちました。では3回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして数回折りたたみます。今回なぜパンチを3回したのかと言いますと、生地を触った感じでね、もう少し休ませた方がいいと思ったからなんです。もしかしたらひらひらをもう少しやった方が良かったのかもしれません。2回でももちろん大丈夫なんですが、もし気持ちと時間に余裕があれば3回してみてください。では生地が2倍の大きさになるまでまたベランダで発酵させたいと思います。はい、一次発酵が終了しました。この2倍の大きさになるまで今日はね30分でした。ではこれを台の上に移します。毎度のことなんですけど、粉を振ったところには着地できないっていう毎度なんですよ。とっても着地が下手です。それはさておきとしてガスを抜きます。今日はこれを、16分割するんですけど、いつもはねこの円の中で放射線状にこう切ってやるんですけど、今日はちょっと四角く切って16分割にしようと思います。まずこう厚さを均一にしますね。半分に切る。ここも半分に切る。でこれをまたね4つに切っていくと、切り方はねどうでもいいんですよね。今日はなんとなくこういう風にしてみたかった。こう四角く整えてからねやると割と同じ大きさになるんではないかと。16分割終了。そしたらこれ丸めていきます。この生地ねとっても扱いやすい生地です。でこういう風に見たらさ全然大きさが違うでしょ。そしたらちょっと大きそうなところからこんな感じでやっていきます。丸め終わったら固く絞った濡れ布巾をかけて15分ほどベンチタイムを取ります。ベンチタイムの間に今日使う型をご紹介します。これねケーキの焼き型、直径が24センチのものなんですけど、これもねダイソーさんで購入しました。この間見つけてね買ってみたんですけど、1個200円の商品です。8号っていうサイズで直径が24センチ、高さが4センチぐらい。これを使います。一応ねフッ素樹脂加工がしてあるから何も敷かなくてもいいと思うんですけど、取り出しやすいようにオーブンペーパーをこのように切っておきました。そして中に入れるのは今日はこのヌテラを使います。先日ご紹介したバブルパンにねたっぷりこのヌテラをつけて食べたところ、とても美味しくって、うちの親方が気に入りまして、気に入ったっていうか、前からね彼はこれが大好きだったんですね。私が食べるのが初めてだったっていうことで、それで私が美味しかったって言ったら大喜びですぐにポチりまして、この1キロのね大容量のものを速攻で買ってくれました。一応こっちは開いたので、これもねこの大きい方も開けたんですけど、こんな感じね。1キロだからもうどうやって食べたらいいんだっていう話なんですけど、しかもなんか開封したらなるべく早めにお召し上がりくださいなんて書いてあって、今日はこのヌテラをたっぷり使ったレシピを考えてみました。ベンチタイムが終了しました。では成形していきます。4個ずつやっていこうと思います。
できました。なんかこっちのがずいぶんヌテラがはみ出しちゃってこっちは収まってるんですけど、こんな感じでも大丈夫です。ではまた濡れ布巾をかけて、最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で30分目安に発酵させます。はい、最終発酵が終了しました。やっぱりなんかこの辺がベロベロに出ちゃってる。どっちがいいんでしょうね、見えるのと見えないの。でも多分ね、焼いてるうちにこれもパーってちょっと出てきちゃうと思うので、これで OK です。オーブンは180度に予熱をスタートさせています。焼くときは170度に温度を下げて焼こうと思っています。生地に使った残りの卵です。この中にちょっとだけ牛乳入れます。これを塗ります。最終発酵は30分で出しました。これね、今日はこの型に入れましたけれども、型がない場合は普通にオーブンシートの上にこういう形で並べてそのまま焼いても大丈夫です。で、今日はね、中にヌテラを入れましたけれども、中身はカスタードクリームだったりあんこだったり、好きなものを入れてアレンジもしてみてくださいね。アーモンドスライスがまだ残っているので、今日もかけて焼いてみたいと思います。やっぱりね、ヌテラがヘーゼルナッツだからか、ナッツがよく合います。予熱が完了しました。ヌテラを塗ったところにくるみとか入れてもね、絶対に美味しいと思います。よし、これで OK ですね。170度で20分目安で焼いていきます。焼けました。170度で20分ちょうど焼きました。熱いうちにバターを塗っています。これは省略しても大丈夫です。バター塗るとね、ツヤツヤでピカピカになるのでお化粧させます。美味しそうにできました。完成です。ここまでご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。